にちは。今回は逃げ上手の若君第1話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。レスの顔。マーブ氏は倍で当たり前なので、これでついてるってんだからお得すぎる。北条時行の薄い本、夏コミが熱くなりそうだ。今から描いて間に合うんですかね。この顔させた責任を取ってもらおう。暗殺教室でも女装とかさせてたからすみ。ここまで作がすごいとまた赤字覚悟なのか。クローバーワックス。こんなん絶対薄い本出るやつやん。膨張した若が色変わすぎたな。さあ、ここからが分かりにくい日本史の始まりです。これ歴史わからないとついていけないのか。平気。見てれば歴史がわかる。少なくても歴史もの好きにはそれなりに受けそう。テレビアニメでやるクオリティとは思えないが、2話以降は大丈夫かね。なんでクジャクの羽みたいな演出あるの？家紋か何かなの？初夏に目覚めてしまった。鎌倉時代をこんなにすごい作画のアニメで見られるってだけですごいよね。桜姫からの逃げ若の和風タイムいいな。分かってたけど、すんげーハイクオリティアニメだな。想像以上に作画が良かったな。グレン・ダイザーと比べちゃうわ。さすがにすごいな。残念なのはこの時代の知識を俺がまるで持ってないことだ。学校で勉強したレベルさえすっかり忘れてる。しずくちゃんが超キュートです。最高です。振り袖っぽい描くの面倒そうな衣装なのによく動くし作がすごいな。絶望のどん底から這い上がるのは少年漫画の序盤とはいえ、凄惨な描写が主人公の苦悩をより一層引き立てているのは良かった。時折、あくびちゃん並みの艶っぽさを出す若君。逃げ回るシーンすごすぎた。これは期待してまう。血みどろだから海外受け良さそうだけど、歴史の流れをざっくり説明した方が良さそう。鳥間鎌倉時代の勉強するわ。作画は今季ナンバーワンだと思ってる。作画気合入りすぎて笑った。着せ替えぼっちときて、今度は戦闘作画でも全力かよクローバー梅原藩。話も演出も結構1話でまとまっててよかった。大河どころかところどころテロップの感じやら燃え盛る人。家屋のシーンや古い実写映画っぽく感じた。映画のフィルム意識してると思うよ。微妙に画面揺れてたし、フィルムノイズみたいな効果が薄くかかってたし。作画今んとこ今季1話は内容も知らんから割と楽しみ。この作画で敵も味方もバンバン死んでほしい。クローバーワークスだけあって作画も良いし話も結構面白かったが、時行の声優だけはダメだ。声が女の子で全然少年らしさがない。なんでこんな新人を起用したのか。ちょっと結城葵に聞こえる。その結城葵は別キャラで登場するんだけども。確かに時行は普通に女の声だな。暗殺教室の渚も女の子前回の声だったから、松井作品の主人公はこういう方針なんだろう。時行の声は気にならなかった。将来少年から青年になったらキャスト変わるのかな。それよりフィジカル高すぎだろ。牛若丸もここまでは動かん。小学生ぐらいの女の子の惨殺された姿は見たくなかったな。ひよこ、目がお金になる描写で笑ったのに惨殺したい描写あってつらい。少年誌だから描写されないけど、いいとこのお姫様ならやられてやられたんだろうなってのがにじみ出ててつらい。ひよこのキャラデザじゃひよこが幸せになるに自創作も作られそうにないのがつらい。ひよことナレーションが同じ声なのが唯一の救い。気づかなかった。ひよこナレーションはなかなかいいセンス。兄上でもよかったかもしれない。しかしひよこの足がむき出しになった遺体の描写は少年誌でもこの時間のアニメでもギリギリだろうな。高時がいくらなんでもそこまでではという扱いでかわいそう。その割に最後の遺言はまともなあたり、この先何らかのフォローはあるのか。ない。ただ弟の北条康家はめちゃくちゃキャラ立ってる。高時は時行の弓矢の才能を見出していて、これが後に役立つ。足利尊氏ってやつはとんでもない悪党だな。最終回はこいつを討ち取ってハッピーエンドになるのかな。高氏の隣にいたヒゲの侍、
サイコロステーキになってたけど血気術食らった。それともこの時代の少なさん。足利尊氏は実物が創作を超えてるレベルの毒妻直地天才サイコパス。ゴースト・オブ・ツシマと戦国時代の間くらいに思っている。真田広之の将軍が世界でバズってるから時代劇は海外行けばいいかもしれない。ぶっちゃけ高氏の方が逃げ上手よな。つかみは良かったな。歴史的に高氏とクソ野郎だし、ヴィランには最適。江戸時代の武士と違って鎌倉武士ってバーサーカーのイメージしかない。しょっちゅう内乱や謀反が起こってたイメージ。源頼朝は英雄で、足利尊氏が悪者にされるのは歴史の常やな。義経目線の作品もあるし、鎌倉殿の13人も小泉洋だったから、頼朝はいつも英雄とは限らないような。高氏はジキルとハイドみたいな性格なのだろうか。高氏は後醍醐天皇のこと好きすぎて死後お寺を建立してるし、何を考えて動いていたか本当にわからん。題材は面白いけど、史実だと主人公は最後処刑されて終わりなんだがどうなるのこれ。原作もまだ連載中だが多分死ぬのは替え玉というオチになるんじゃね。史実の通りだとハッピーエンドにはならないよね。高氏が室町幕府開くから若君の健闘も虚しく、結局はラスボスの高氏大勝利エンドで終わりそう。鎌倉殿の13人を思い出すは懐かしい。あれの頼朝なんか女装してまで逃げ回ってたからな。全然恥じゃないぞ。冒頭の CG 騎馬兵がちょっと鎌倉殿リスペクトに感じられた。原作は知らんけど、歴史は知ってる勢からすると高氏には期待しかない。あんまり興味なかったけど、やはりこの作者さんの最高なキャラ楽しいな。絵がねえろかと思ったらそうだったのか。これは期待。知名度高くない時代の歴史もの。たとえ売れなくても、打ち切りスレスレになったとしても、自分が本当に描きたい題材を描いてるって感じだな。すごい。松井優生先生の北条家足利家の時代のお話がスタート。A パートの平穏な雰囲気から B パートのギャップがとんでもない第1話だったな。時代劇系アニメで見たことないレベルのクオリティの高さだったし、今期アニメの中でも最も期待できる一本だな。北条時行を主人公にした漫画というものが存在してレビアニメになると知った時は驚いた。足利尊氏に裏切られ鎌倉幕府を再興できずに殺された敗北者を主役にするとは。鳥間第一は悲惨な運命が待ち受けていると分かっていながら、ワクワクさせる両劇の演出と展開、続きが楽しみだ。逃げ上手というタイトルを体現したように、楽しそうに逃げ回る時行のアニメーションで見せられ、その意味が後半さらに回収される点が見事。時行が羽を広げた演出は、2度目のチャンス、復興を意味する鳳凰でしょうか。彼の中に眠る怪物が英雄になる物語にぴったり。平穏そのものだった鎌倉幕府が、一日で地獄へと変わる歴史を描く第一話。完璧だった。構成もそうだが、特にアニメーションが、決めのシーンでのアクションもすごいけど、日常シーンの演出と色使いのセンスが圧巻でした。まさかジャンプにこんな作品があるとは。エンディングも最高。いいですね。激動感がありながら、躍動感でワクワクも感じてしまうエンタメ仕立て。怪しさ満点でも頼りになりそうな頼重に、開花を促されるときゆきの童貞が楽しみになります。雫や高氏含めてメインキャラのつかみは良好。大河ロマンで見せてくれそうです。源平合戦のあたりもそうだけど、ベタに戦国時代から歴史にハマった人がここら辺の時代かじり始めると、あの雑魚大名家ってこんな名門だったの？戦国では主従関係だけど実は分家だったんだ。とかなって楽しいんですよね。エンディングがあまりにもステレツすぎたな。しかしまた毛色の変わった鎌倉殿始まったな。最高。レグイ俗滅の様子とか略奪とかも史実としては正しいからな。ギャグと時代交渉の掛け合いが絶妙。逃げるが勝ちとはこのことまた。タイトルの通り、逃げ上手を華麗に描いた第1話。A では軽快に楽しそうに、笑顔を誘う逃げ、B では死からの逃げ。史実という重い題材だが、松井先生の笑いのセンスがいい塩梅。
うさんくさい CV 中村雄一最高です。逃げてる時の若君の軽やかさにあっぱれでした。穏やかな姿勢の様子が原作より描かれている分、落差が凄まじいことになってるな。1話自体結構前に読んだっきりだが、蹴鞠のシーンからは知ってると、あ、そろそろ来るぞ、と思いながら生首ズドンのインパクトで、空気が一気に変わる感じが流れとしてうまいよな。引き込まれる。逃げ上手の若君は死の淵からも逃げるのがうまいらしい。と前半の穏やかなギャップとともに、後半シリアスなシーンで、本来の意味を描く展開に惹かれてしまった。不死鳥のように逃げ回る姿は決して死なないことを象徴しているようで、時行きの中に眠る生存本能の怪物を見た気がします。走って隠れて逃げる動きいいし、生き生きとしたキャラの表情いいし、前後半のギャップいいし、逃げる、生き延びる才能が勝ちにつながること、および本作はそんな逃げ上手の若君が、英雄になるまでの激動の生涯を描いた物語であることを示す脚本いいし、非常に引き込まれる完璧な初回でした。美しい鎌倉が裏切りにより地獄絵になる。若君が気楽に逃げられたのは平和な世だったから。全てを失うことで身軽になった若君は生きることに全力で逃げ、その中に生きる喜びを見出す。逃げる彼に死が追いつくのか、それとも逃げ切れるのか、楽しみだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。